2段目の角度、1段目の角度、2段目の角度っていう順で。なるほど。すげえ。はい、どうも研ぎ師亮太です。今日はしゅんさんに来ていただきました。よろしくお願いします。しゅんです。お願いします。で、しゅんさんは野菜をメインとしたショート動画をたくさん作ってる方で、もうすごいですよね。いや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 、それ多いですね。いやいや、難しいです。もう美味しそうですし、料理もめっちゃ綺麗やし、動画もめっちゃ綺麗なんで、ぜひ見てみてください。よければ本も出してましたんで。あ、ほんまっす。大阪近辺の方、はい、紀ノ国屋ですね。紀ノ国屋さんとか梅田の蔦屋書店さんとか大きくこう出してもらって。なんで大阪近辺の方、ぜひ本屋さんも行ってみてください。で、今日は実行のうちの会社の方行ってもらって包丁作ってもらいました。ありがとうございます。めちゃくちゃ素敵なしゅんさんモデルですね。ロゴがもう最高ですね。まあこんな感じで包丁作っていただいて、 SPG ストリックスの本体にオークですね、オークの正八角形の絵をつけてもらいました。で、しゅんさんのロゴが入ってる感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ可愛い。もう一生使えるなと思ってます。ぜひずっと使ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。で、今回は、こちら牛刀なんですけど、こちらの研ぎ方をですね、ちょっとレクチャーしながらよろしくお願いします。研ぎ方の動画にしたいと思ってます。もう我流で勝手に研いでただけなんで勉強させてください。研ぎはどこで勉強されたんでしたっけ？僕専門学校行ってて、はい、その専門学校の最初の授業が包丁の研ぎだったんですね。はいはいはい、でもその1時間2時間くらいだけで、もうそこからはもううまくいかへんなーってずっとやりながら。最初の授業だけなんですか？そうですそうです。途中であるわけじゃないんですよね。なかったですね。あ、でもあれですね、もしかしたら僕がフランス料理で洋包丁やったんで、和食はもうちょっとこう細かくされてたかもしれない。なるほど。でも洋包丁でもいけますもんね、研ぎはね。はい、ちょっとフォローしたつもりだったんですけどでは、今日はよく使う中砥石と仕上げ砥石2種類使ってやっていくやり方をお伝えしたいなと思います。今回使うのは、ちょっと天然砥石使ったことないということだったので、仕上げは天然砥石でやっていこうと思います。こっちが中山っていうやつで、こっちが勝負っていうやつ、どっちも京都の天然砥石です。で、これを使っていきます。で、中砥石は1000番ですね。で、もう一個は今水につけてる途中なんですけど、こちらので、ちなみに研ぎはいつも中砥石でされてるんでしょうか？はい、中砥石のみです。切れへんなと思ったらシャッとやってすぐ終わりっていう感じですね。なるほど。大きく言える話してますね。でも10年ずっと研ぎながら使われてるんですね。そうですね、10年。間ちょっと料理やってない期間があったんで、その時はもう使うペースも研ぐペースも少なかったんですけど。あ、なるほど。ちょっと角度つけてって感じですか？研ぐ時は。そうですね、そうですね、それぐらい。そうですね、それぐらいの。でももう分かんないんですよね、僕もどうやってるかも。でもこのぐらいの角度ですね。そうですね、それぐらいですね。なるほど。根底から教えてほしいです。今回こちらの包丁が、しのぎって言ってここに角度の境目があるタイプの包丁なので、ここをぴったり砥石に当てると、この側面が削れるようになってます。なるほど。で、それに対してこっちの今お使いだったやつは、よくある洋包丁のハマグリ刃って言って、緩やかにこう滑らかに角度がついてるって感じなんですけど、これだとこの面がないんでちょっとその研ぐ場所が分かりにくいっていう感じなんですけど、これは本当にここの面を砥石にピタッと当てるだけで角度が勝手につくので、なるほど。これ置いた時に勝手につく角度です。こことここで角度変わるんで。本当っすね。そう、ちょっと浮くんですね。そうなんですよ。で、この角度で研いだらもう勝手にここの面の角度になるんで、その感じで研ぐ感じですね。両刃の包丁は角度を2段階に分けて研ぐのが一番切れ味も良くて長持ちもするので、っていうのが、今言ったのが1段目のここの切り刃と呼ばれるところの角度なんですけど、これだけだと、角度が片面5度とか6度とかになってしまってちょっと薄すぎるんですね。それ刃の部分が。あ、そうです。このとんがらせるところ。なるほど。それだと薄すぎてかけたりとか、すぐ切れんくなったりとか、そもそも刃がつかなかったりするんで、その2段目の角度をつける必要があるんですよ。なるほど。それが、包丁の時は一番いい角度が、30度から40度ぐらいないと切れ味が出ないっていう感じになってるので、最終的にはさっきしゅんさんが今研いでるって言ってた角度、こんぐらい、これ大体15度ぐらいなんですけど、こんぐらいの角度にする必要はあります。15度15度で30度ぐらいにしちゃう。そうです。なるほど。この角度で最終的には研ぐんですけど、これだけでやってると、ちょっとずつ、これ今最初こんぐらいあったかなって思うんですけど、これがちょっとずつ減ってきてる感じですね。で、そうなってくると、包丁こう見た時にこっちの方が分厚いんですね。でこっちの方が薄いんで、
最初はもっと薄かったんですけど、減っていくにつれてちょっと分厚くなってきてしまっているんですよね。確かに。なんで、この分厚さがあるとちょっと切った時に切り抜けとかが悪くなっちゃうんで、それを薄くするっていうのが、この一番最初のこの1段目の角度の時のなるほど役目になります。めちゃめちゃ面白いですね。ありがとうございます。すごいですね。そうで、なんで、1回目の側面研ぐ時で刃先の薄さを調整して、で2回目の時は切れるようにするっていう感じの。なるほど。っていう2段階で分けるのが、一番ベースオーソドックスなちゃんとした研ぎ方。めちゃくちゃ分かりやすいです。ありがとうございます。これが今その面がない状態なんですよ。はいはいはい、そうですよね。なんで結構難しいんですね、これでやるのが。なるほど。なんかどうしようかな。これ、こっちのさらにちっちゃい三徳包丁ってやつなんですけど、これもこことここでしのぎがあるタイプなので、このピタッとつけたらかっこいい包丁です。なんでこれ使って今日やっていただきます。ありがとうございます。じゃあまずは旋盤使って、1段目の角度の切り刃って呼ばれるところを研いでいきます。これはこっち水吸わせなくても使える砥石なんですよ。便利ですね。でレジノイド製法って言って、陶器と一緒で焼いて作るんですけど、砥石は、その焼く温度が高かったり低かったりすると水吸いやすかったり吸いにくかったりして、あとは混ぜる、陶器お茶碗でいう土ですね。それを、土みたいなやつを混ぜるか、樹脂を混ぜるかでも結構変わってくるんで、そこら辺の配合とか焼き方でこれは水をかけるだけで使える砥石になってます。結構すぐ使える。でこっちは逆に水を吸わせないと使えないやつ。こっちの方が研磨力は高いので削るのが早いです。なるほど。では右手の力抜いて、まずとりあえず包丁を砥石の上に軽く置いてください。そうするとここを押さえた時とこのさっき言ってたこの1段目のこの面、ここを押さえた時で角度が変わるので、確かにでその角度変わる角度あると思うんですけど、その角度を維持したまま研ぐっていう感じです。変に右手に力入れると角度変わっちゃうので、左手で押さえた時の角度のまま研いでいくっていう感じですね。合ってるかな。合ってます。ちょっと浮いてるかもしれない。もうちょっと、ちょっと力入れてもいいですよ。こっちは力入れてます。はい。そんな感じです。なるほど。角度が浮いてたりするとちょっと高い音が鳴るので。音でもう分かるんですか？音で分かります。なんかしっかり全体当たってる音とこの一部分だけ当たってる音がちょっと違うので。でそっちは水結構吸うんで、こまめにこの水出しながらやってもらえたら。はい。で、こうやって研ぐんですけど、この切り刃って呼ばれる面を、全体的にこの先頭からこっちの顎と呼ばれるところまで、均一に研いでいきます。でこれに関しては今研げてる部分がここなんですけど、砥石当たったとこがこんな感じで色変わるので、見た目で判断しやすいかなと思います。なんでこれがこの全体的に綺麗に当たったら OK って感じです。なるほど。ただ注意していてほしいのが、全部一発で当たると包丁の形変わるので、一発で当てるようにしたらダメです。包丁ってこの立体的なんで、まっすぐじゃないってことですね。そうなんですよ。なんで部分的に当てて全体的に綺麗に当てる。大体何段階ぐらいなんですか？そちらの包丁だったら、7。結構じゃあ7箇所ぐらいちょっとずつずらしながらやるんですね。刻んだ方がいいかなと思います。でどっちかの端っこからスタートする方がいいですね。真ん中からとかより。なるほどなるほど。で上からやっていくと、上が一番難しいんですけど。そうなんですね。上の面は今右手の力を抜いて左手のだけで押さえると、ここの一番先がちょっと浮いてるの分かりますか？確かに浮いてますね。それ当たってないので、ここだけ右手でちょっと上に上げないとこれ当たらないですよ。こうやって当たってるんですけど、で左手もここの先に置くと変に力入るんで、ちょっとだけこの辺ですか？ここの面とここの面の境目のこれしのぎっていうんですけど、このしのぎの筋の終わりぐらいのとこに左手を入れてもらって、でこっちをちょっと持ち上げると、ここが支点になって、シーソーみたいな感じでこっちが下がるので。こういうことですね。そうです。すげえ。でその状態で先頭は研ぐって感じですね。
そんな感じですね。いけてます？はい。でこれを上から順番に、あとは基本的に左手置いてるとこが研げるので、当てたいとこの真上に左手置いてもらったらそこが研げます。ちゃんとやったら楽しいですね。ありがとうございます。でちょっと今回の動画から初めて見る方のために基本のとこ持ち方なんですけど、まず包丁のこの3本の指でハンドルを握ります。で人差し指はここら辺に添えてもらって、親指もここら辺に添えるっていう感じで、ここあんま場所は決まってないんですけど軽く握る感じですね。なるほどなるほど。で砥石に当てる向きは大体砥石に対して45度の向き。これぐらいですか。はい、で角度はさっき言ったように押さえたら勝手につく角度ですね。で研いでいくっていう感じです。水吸うっすね、確かに。そうなんですよ。もう一個出しましょうか。あ、全然左にあって餃子包む時のぶつかる感じですね。あ両包丁の方がちょっとあれなんですね。研ぐの難しいというか。両包丁は和包丁だったら片刃なので、片方だけでいいんですけど、両包丁は和包丁の倍そういうことですね。研がんとダメです。あとまだちょっと表しかやってないですけど、裏研ぐ時は基本的に持ち替えた方が綺麗に研げるんで。そうなんですか。そうなんですよ。持ち替えた方がいいんですけど、そうすると難易度が右手の本当に2倍ぐらいの難易度になるので、こうなるですもんね。で、全体的にまんべんなく研いでいくって感じですね。で包丁もまんべんなく研ぐんですけど、砥石もあんま意識せずに研いでると真ん中だけ減っていくので、こことここが一番減りにくいんですよ。なのでここをちょっと意識的に使ってあげるようにしたら砥石も綺麗に減っていきます。でこの側面を削る作業が旋盤だとめっちゃ時間かかるので、さっき言ってた荒砥石があった方がより効率的っていう感じですね。めちゃくちゃ納得ですね、それは。で大体表研げたらちょっと次裏のやり方をお伝えしますね。裏どうします？持ち替えるかそのまんまいく。持ち替えるって言ってすぐできるもんなんですかね。一回やってみます。持ち替える方で。やばそう。で砥石さっき使ってたへっこむって言ったんですけど、今のぐらい研いでもへっこむので、左手に持ち替える前に一回面直し。これ砥石を直す用の砥石なんですけど、これでガーってこすってあげて砥石をまっすぐにしてあげます。なるほど。大事っすね、やっぱり。そうなんですよ。砥石同士でもできるんですけど結構時間かかるので、こういう砥石面直し用の砥石、これダイヤモンド研磨剤の粗いやつなんですけど、で持ち手もついてるんで、これがあるとかなり効率的にできます。ちょっと水つけながらの方、一応目安的にはこれ泥取ってもらったら真ん中に黒いのが残ってるんですけど、この黒いのが取れたら完璧にまっすぐです。じゃあもうちょっとやった方がいいですね、これ。そうですね。でそうするとこの右上と左下から削れていくんで、そこが高いところって感じですね。なるほど。次反対に持ち替えます。で持ち方は真逆ですね。この3本の指でハンドル持ってもらって、人差し指と親指は軽く握るような感じで、もう基本的に本当にさっきの真逆になるので、砥石に対して45度ぐらいの向きで構えます。であとはこの切り張って呼ばれるとこを押さえた角度、こことここで角度変わるので、この押さえた角度、この状態の角度のまんま研いでいくっていう感じですね。そうです。多分左の方が綺麗に当たってます。確かに。音が違うっすね。そうなんですよ。多分右の時癖があはるんですね。そうちょっと力が入ってるんでペタッと当たってないですね。なるほど。左は逆に余分な力が入ってない。そうやわ。なるほど。でこれも端っこから順番に全体当てていくっていう感じですね。端っこは一緒ですね。ちょっとテンションかけて。そうですそうです。先端を。で逆に持ち替えると今度は砥石がこの左上と右下が削れにくくなるので、そこを意識して使うって感じです。
段やってるから全然安心して見る。いや本当ですか。こっちは僕は怖いすぎたね。めちゃめちゃ緊張しますよ。見られてたらね。大社長います。僕は慣れてるんであれですけど、刃物屋の社長がいたらね。いや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 、にくいですよね。僕にご飯作るの緊張するって言わはる理由よう分かりましたよ。ああ、なるほど。実家とか帰ったらね。はいはいはい。よく分かりました。そりゃ嫌やわって。で、まあ側面まんべんなく研げたら、全然まんべんなくないな。まあちょっとそれ元の形もあれなんで、とりあえずちょっとやり方だけ今日はお伝えしていきますね。一回またこの状態でツラを直します。なんでまあ使ったら毎回これやるようにしといたら、なるほど。砥石も綺麗に使えるんで。これで中砥石終わりなので、次が仕上げ砥石ですね。はい。今回は京都の天然砥石。勝負と中山。この中山っていうのが包丁で一番ランクが高いやつでよく使われる砥石で、こっちが勝負谷なんですけど、コスパが良くて研ぎやすいのが多いので、結構入門用に。なるほど。でもこんな感じで見た目も結構違って、ちょっと赤っぽいのとか、これ黄色なんですけど、厚さも全然大きさも全然違うんですね。あ、そうなんですよ。でまあ減っていくのでちょっとずつで柔らかさとかも違うので、まあ、今回のがどっちも研ぎやすいやつ、まあ、こっちの方が研ぎやすいですね。で天然砥石使う時は、まあ、ちょっとこれどっちも研ぎやすいやつなんで泥出さなくても勝手に出てきます、ただちょっと固めのやつとかは一回先に泥を出してから使わないと研ぎにくいのがあるんで、まあ、そういうのをちょっと判断しながら研ぐって感じですね。これはまあそのままいけるんで、もうさっきと同じような感じで当ててもらえたら、この包丁の泥だけ水道で洗ってもらって、それが1000番の泥なんで、これで研ぐとさっきの1000番の砥石で削ってるような感じになっちゃうんですよ。なるほどなるほど。普通にさっきと同じような感じで当てていく感じですね。これはまださっきと同じでいいですね。はい、まあ、こんな感じで結構音も静か。確かにちゃんとできてるか心配になります。でもいけてそうな感じの音です。本当ですか？はい、大丈夫で、まあ、この天然砥石でまた表裏研げたら、次さっき言ってた2段目の角度の研ぎに行きます。でまあ、慣れてきたらこんな感じで、まあ、この手前から当ててって、まあ、研ぎながら左手をずらすみたいなことができるので、なんと、まあ、慣れたらこういう感じでなんとうわ、それできるようになりたいですでこれでいいとこはこの研ぐ回数にムラがなくなるんで、結構まんべんなく研ぎやすくなる。何回したらこうちょっとずつずらすみたいなのがあ、そうですね。ここ10回ぐらい研いだら全部10回ぐらい研いだ方がいいです。なるほどなるほど。均一になんですね。そうですね。でまあ表面大体研げたらプラスね。はい。あ、ちゃうか。そうそうや。持ち帰ったらそうや。ならないです。いつものね。はい。持ち帰らんかったらそうなんですよ。これ気になるんですけど、持ち帰ったらなるほど。それがないです。こうしてましたもんね。そうですそうです。そうなんや。そうすると、まあちょっとへこんでたりすると変なとこあるんで、はい。まあより砥石をきれいにしとかないときれいに研げないって感じです。でも左手全然いけてますね。ますか。はい。多分何の癖もないからですかね。かもしれないですね。で、まあ裏もまんべんなく研げたら、これで1段目の角度の研ぎ、まあ、切り刃って呼ばれるところの研ぎが終わりになります。難しいですね。修行がまだまだ。いやいや。で、一回これ置いといて、次また1000番。さっきの中砥石に戻ります。もう一回1000番いくんですね。そうなんですよ。先に側面をきれいにしといて、でこっちのね1000番ですね。そうですね。でかなり消耗してるやつとかは先に2段目の角度、1段目の角度、2段目の角度っていう順でやるんですけど、まあそんなに消耗してなかったら1段目研いで2段目やるっていう感じの方が効率がいいです。なるほど。で、まあ、軽く水で濡らしてもらって、次2段目の角度なんですけど、まあ、1段目の時に刃先をちゃんと薄くできてたら結構すぐつくので、
研ぎ方としましては向きとか持ち方は全く一緒です。で角度が違うんですけど、大体15度ぐらいで、しゅんさんはさっきの研いでる角度ぐらい、これまでの包丁の、角度で大丈夫なんですけど、ざっくりやり方としましては15度なんで、砥石に対して垂直の向きでやると90度じゃないですか。なのでここから半分寝かせると45度になります。でもう半分にすると 22.5 度になるので、ここから気持ち寝かした角度、半分のちょっと寝かした角度が15度ぐらいです。こんなもんですね。はい。で大体15度から20度ぐらいになってたら、最終的な両刃の角度が30度から40度になるので、ざっくり15度から20度ぐらいの角度で大丈夫という感じですね。なるほど。はい。半分のちょっと寝かした角度。でこの状態で今度は何回も往復するんじゃなくて1回でこういう感じでシュッといきます。なので切っ先、この包丁の先端を砥石の下の方に角度をなるべくさっきの角度をキープしたまま当てます。でここからめっちゃ力抜いてスライドします、上に。でそのスライドするときに刃も当てるとこをちょっとずつずらしながら前に押すという感じです。なるほどなるほど。刃のカーブに合わせる感じですね。そうですそうです。そうです。いい感じです。この辺まで行きたい。そうですね。ってことですよね。大きく使ってこういう感じで。そう。で最後注意点としましては、ここまで行くとここ当て終わった後にさらに上げると角度がここの刃がどんどんこっちに丸くなってくるんで、なるべく最後この角度で終わるようにしてください。こう行き過ぎないように。そうそんな感じです。でこれ大体5回ぐらいやります。これはそんな押さえるみたいなのはいらないですか？いらないです。力入れすぎると逆に角度変わっちゃうので、もう簡単に添えるぐらい、この時は。でシュッと5回ぐらいとりあえずやってみます。でそうするとこの時に初めて確認することがあるんですけど、初めてじゃない時もありますが、乖離っていうのを確認します。多分聞いたこととかあると思うんですけど、今表研いだので裏側に金属削る返しが裏に出てきます。でそれを触って確認するんですけど、包丁の表面に指を置いて刃先この刃の方に向かって軽くスライドしていきます。そうすると引っかかりが出てますか？ないです。ないですか？一回確認して。多分ないですけど。そうですね。ないですよね。まだ研げてない。これ軽く出てます。確かに。これで出てますね。2段目はほんまに最小限の研ぎでとどめるんです。やりすぎると良くないので。なるほど。で表出たら次裏もまた持ち替えます。でちょっと水足して、また角度は半分のちょっと寝かす角度のそうですね。でまた下から上に向かって。そうですね。でそれ左の時多分先端が当たってないので、もうちょっとこの左手をこっちにそうです。それで持ち上げてこれで当たってるんで、ここからスライドして、そうですね。もうちょっと立ててもいいですよ、角度。でもそっか、ちょっとね、最初の方は立ってるんですけど、最後の方はちょっと寝てきてるって感じですね。このままいく。で今さっきここが当たってなかったので見てたら、なのでもうちょっと下まで当たるのを意識しながら研ぐって感じです。そうですね。まだ当たってないですね。当たってないですよね。さっきこういうこと当たったんですそうですね。なのでここ行った時にこっちに行こうとするんじゃなくて、基本上にずれるんですけど、上にずれながらこういう感じです。そうそれで当たってます。スイング角度は理解してます。そんな感じですね。でそれで全体当てたらまた帰り見ます。出ないです。先生見てもらっていいですか？いや奥が深いですね。そうですね。もう少し縦気味、このぐらいの角度で
いう感じでこのぐらいですね。マジっすか。すごいな。でまあこんな感じで、まあ、慣れたら簡単です。で次仕上げ砥石。はい。仕上げ砥石で同じことやっていきます。この時はあんま泥ない方がいいので、そうなんですね。ちょっと泥を落とし気味で、また表面から同じように15度ぐらい、半分の半分のちょっと寝かした角度ぐらいで下から上に向かってですね。はい、そうですね。いい感じですね。いかがですか。また帰り見て、なるほど。気持ち気持ちぐらいでいいですね。そうなんですよ。次反対。はい。反対も一緒ですね。半分の半分のちょっと寝かした角度で同じようにやっていきます。もう一回行きましょうか。下まで。いいです。先生お願いします。いけてます。いけてますか。はい。で、そこまでいけたら、最後は表と裏1回ずつ軽く同じことをやっていきます。ほんまに力を抜いて表とそれは裏同じ角度で。どういう意図かですか。このさっき帰りが今表と裏にピョコピョコ出てたじゃないですか。はいでこれ表裏表裏って出るんですけど、最後1回軽くすることによってまっすぐ出る。なるほど。もうちょっと力抜いてもよかったです。本当にもう砥石の上をなぞるみたいな。そうですね。軽く滑らすような感じで。いい感じです。で、これで OK です。奥が深い。すごいですね。もういかに自分が今まで雑にやってたかが。いやいや。恥ずかしくなりました。で、これで砥石での作業が終わりで、最後今帰りをぴょこぴょこやってたら削ったやつの削りカスみたいなのもつくんですよ、金属削ってるんで、金属のゴミが先につくんですけど、最後はそのゴミを取り除く作業をしてあげないとちょっといい切れ味にならないので、なるほど、そうなんですね。最後それをやって終わりです。さっきショート動画の時僕最後砥石じゃないのでやってたと思うんですけど、あれがその作業です。で、あれ革砥っていうんですけど、革砥がなかったら新聞紙とかでも代用できるんで、もうない方は新聞紙で全然大丈夫です。新聞紙もないうちみたいな家はどうしたらいいですか。ジーパン。ジーパン。ジーパンでもいけます。へえ。ただ今日革砥あるんで革砥で。ジーパンできるんですね。ジーパンで今からやるのと一緒のことをやったら一緒のことができる。で最後何するかっていうと、最後角度立てて表裏やったじゃないですか。あれと全く同じ角度で表と裏。今度ずっと右手でやるんですけど、表と裏を3往復ぐらいやってもらったら OK です。では新聞紙でもできる。新聞紙でもできます。これで OK ですね。これで一通りの研ぎが終わったので、試し切りをしていきます。いよいよですね。今回はいつもよくやるコピー用紙をシンプルに切ってみます。まずコピー用紙ですね。これで試し切りしてみます。すげえ。めっちゃ気持ちいいですね。こんな感じです。ぜひ切ってみてください。これはでも無理っしょ。いや、いけますよ。うわ。マジっすか。いい切れ味ですね。ありがとうございます。すげえ、こんなになるんですね。で一応これのやる役割としましては、この包丁に欠けとか破れてて角度が鋭角すぎたら最初のここの側面だけで研ぐと10度ぐらいになって、刃がつかないですって言ったんですけど、細かい欠けがいっぱい起こるんですよ。でそれを紙切ったら引っかかるんで、それのチェックができます。で欠けてたりするとそこでも引っかかるので、こうスッと切ってて引っかかりとかが全くないとか、切りにくいとことかがないとかも見ています。こんな感じですね。
でこれだと今これ分かります？今こことここら辺で3回ぐらい軽くカチカチなるところがあるんですよ。はいはいはい。ゆっくり切ってもらって当たります。でかい方がいい。こっちで。いやちょっと思いましたさっき。おお。そこがちょっと欠けてたりとか破れてたりするところなので。この辺ですよね。そうです。確かに。そういうのもこれでチェックしてるっていう感じです。まあはいめっちゃちゃんと研ぐってなったら。まあでもそれはあってもまあ全然食材は切れるんで、まあ、めっちゃ切れ味よくするってなったらそこまでしといた方がいいっていう。プロの仕事ですね。そうですね。確かに。で最後はまあこれさっきもやってもらった。はい。さっき僕失敗しちゃったんで。じゃあ一回やってみますか。緊張するな。角度が大事ですよね。そう角度が大事です。結構これをこっちに行った時に、はい、こんな感じですか？そのぐらいです。いきます？はい、まあこんな感じでね切れ味良くなるんで。これ僕が解いたと思えないですもん。信じられないですよね。まあこんな感じになるんで本当に完璧です。一生使える技術ですね。そうですね。でねこれが今日作っていただいたこちらの包丁ですよね。しゅんさんモデルのこの包丁の研ぎ方になるので。ありがとうございます。まあ皆さんの場合だとしのぎがある両刃の包丁です。このしのぎってここに線がある包丁ですよね。でここの段差がないやつはまたちょっと研ぎ方違うのでまた違う研ぎ方なんですけど、ここの段差がある包丁はこの研ぎ方でできるのでしっかり切れ味よくできるのでぜひやってみてください。僕も綺麗に研げるように頑張ります。ありがとうございます。ということで今回はしゅんさんと一緒にコラボ動画でした。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き研げるように頑張っていきます。よろしくお願いします。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画が少しでもいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。